ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。ハース F1 の小松代表ギュンター・シュタイナーになりたいわけじゃない。マシンは2月11日にシルバーストンでシェイクダウンの話題です。小松綾央チーム代表はコンストラクターズ選手権で最下位に沈むアメリカンチームを引っ張り上げる役目を担っています。 F1 公式ではそれは容易なことではないだろうと指摘しています。チーム運営はイギリス、アメリカ、イタリアの3カ所に分かれ、シャシーはダラーラから、エンジンを含むパーツはフェラーリから、そしてエアロはマラネロのオフィスにある自社のデザインチームから調達するというモデルを採用しています。しかし2016年のデビュー以来チームに在籍し、チーフエンジニアを皮切りにいくつもの役職を経験してきた小松代表は、20年にわたるモータースポーツの経験とともに、このユニークなオペレーションがどのように機能するかを革新的に理解し、ビジネス全体の人々と関係を築いてきました。もちろんギュンター・シュタイナーになりたいわけじゃないよ。彼は全く違う人間だ。正直なところ僕たちはとてもうまくいっている。もしジーンがギュンター・シュタイナーに代わるものを求めているのなら、他の誰かを起用しただろう。だからジーンが違うものを求めていることは理解しているし、私は他の誰かになろうとするのではなく、自分自身のベストバージョンになろうとする。短期的には劇的な変化は期待できませんが、小松代表は今あるもので効率化が図れると考えています。今あるものでもっといい仕事ができるはずだ。人材がいれば、アイデアがあれば、それをまとめればもっといい仕事ができるはずだ。今年小松代表はこの時期を過渡期と捉え、ジーンと共に長期的なプランに取り組み、チームの成長と運営方法においてライバルに遅れを取らないようにしていくつもりです。2024年の1年間を通して学んだことが何であれ、それが5年後、8年後、10年後の私たちの行動を明確に定義する助けになると確信している。小松代表が取り組みたいと考えている分野の一つにコミュニケーションがあります。小松代表はハースが異なる拠点に分かれているため、この分野では常に課題を抱えていることを認めています。2026年のルール変更は他のライバルたちと同様、ハースにも困難な時期を乗り越えて一歩前進する機会を与えるが、小松代表はジーンが早急な進歩を望んでいるため、改善を示すまでにそう長くは待てないことを分かっています。しかし小松代表はジーンが時間を与えてくれると信じています。ジーンに関与してもらい、我々がここで何を扱っているのかを理解してもらうのも私の仕事の一部だ。マシンは2月11日にシルバーストンで行われるシェイクダウンで実装し、2月21日に同じ会場でプレシーズンテストが始まる2日前にバーレーンでテスト走行する予定です。前進はしているが、小松代表はシーズンのスタートが厳しいものになる可能性を認めています。今年のマシンは明確な一歩を踏み出したが、スタートがあまりに遅かったため、競争相手に十分通用するかどうかはわからない。コンセプトを変えたのも遅かったし、実際にオースティンのアップグレードを行ったことでリソースを少し流用してしまった。バーレーンで出す車については現実的だが、否定的な意味ではない。エンジニアたちのせいではない。私にとって重要なのは、バーレーンのマシンがどうであれ、どんな問題があったとしてもそれを理解し、チームとしてそこから動くことだ。知っての通り、私たちは小さなチームだ。そうでなければチャンスはない。質問に直接答えるなら、それは一歩前進だ。それでいいのか？いや、そこからどうするかがチームを向上させられるか否かを示すことになる。
今後の小松代表の手腕に期待したいですね。ハース F1 の小松代表ギュンター・シュタイナーになりたいわけじゃない。マシンは2月11日にシルバーストンでシェイクダウンの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。